皆さんこんにちは、みゆきしんぺいです。お元気ですか？今日もね、何かね、思いつくままに話してみようかななんてね、思ってますね。こういう軽いノリでね、やった方が続くかなと思ってるんで、ちょっとそういう感じにやっていこうかなと思います。今日はね、夜にね、ラーメンをね、食べに行くんですよ。こっちでアメリカでね、知り合った先輩がいるんですけど、日系人の方でね、で僕よりもね、日系人といっても彼がファーストジェネレーションっていうんですかね、彼が最初にね来た第一世代で、僕よりもねだいぶ前からね、テキサスにねいらっしゃる、先輩なんですよ。で大体ね、日本の人ってカリフォルニアとかニューヨークとかそういうところにね、犬が鳴いてるな、そういうところにね留学する人が多いんですけどね、その先輩はね、最初からねテキサスにね留学してきて、でそれでご縁ができて、でその後大学とかかな、なんかそういうので本格的にアメリカにね来ることになって、でそのまま就職してみたいな、なんかそういう感じでねこっちに来てる人なんですよ。僕とかはね一回ねカリフォルニアとかね、そちらにね7年ぐらいいたんですよ。でそれからねこっちに移り住んできたタイプなんで、ちょっとねアメリカに持ってるその価値観感覚っていうのがね違うんでね、話しててね面白いんですよ。でテキサスってね今結構ね人がね増えてるんですけど、ここにもね日本人の人ってね結構多いんですよ。日本人の人もね増えてるっていうか、だいたいねワンバウンドしてきた人がね多いかなと思うんですよね。どういう意味かというとね、さっきも言ったようにカリフォルニアとかニューヨークとかハワイとかね、そういうところに一度住んだりね留学したりした後にアメリカのことがねなんかだんだん分かってくるじゃないですか。それまではちょっと旅行者みたいなね感覚だったのが、だんだんその細かいところまでねこう見えてくるようになって、でそういう人の一部がテキサスにねなんか一部の人がね結構来たりするんですよね。で最近ねシカゴとかね、そういうところからね来る日本人の人もね結構多いんですよ。シカゴってここもね日本の人がね昔から多いんですよ。なんでかっていうと、昔ね日本とアメリカが戦争した時に、アメリカにその日本人日系人ってその時から住んでたじゃないですか。それがなんか戦争の時にその収容所とかそういうところに入れられて、でアメリカの各地にね収容所があったらしいんですよ。で戦争が終わった後にその収容所からね人が出るんですけど、その移住先として新しい定住先としてそのシカゴのねなんか街がねなんか指定されたというかね、用意されたというかね、そういう理由でねそこに住んでいったね日本の人がねかなり多いんだよみたいなね、そういう話をね聞いたことがありますね。この前ねお話ししたねカンボジアのドーナツ屋さん、カンボジアの内戦から逃げてきたそのカンボジア人のドーナツ屋さんがアメリカに多いよみたいなね、そんな話を前したんですけど、いろんな理由でね人ってね移動していきますよね。しばらくねそこにいるとねこうまた慣れたりしてね、ちょっと違うとこ行ってみたいなって思ってね、そういう風にして移動していく人もいれば、強制的にねこっちに行かなければいけないみたいな、そういうね力が働くこともありますしね。なんかいろいろねいろんな要因で人ってね動いていくんですよね。なんかその旅みたいだなってね、そういうのを聞くとねいつも思うんですよね。なんかねこういう話するとねいつも思うんですけどね、こう自分にとってはねもうそろそろ飽きたなって思うところもね、他の人にとってはね、こここそがずっと目指してきたところなんだっていうね思うようなところだったりもするじゃないですか。同じようにねなんか仕事でもね、自分はもうどうしてもね転職したいな、転職して新しいとこ行きたいなってね思うような人もいればね、また別の他の人がねこの会社にこそ私は入りたいと思ってね、その中途入社とかね転職で入ってきたりもしますからね。
そう思うとね、こう世界はこうずーっとずーっとね、動いてるんだなってね、そういうことを本当に思いますよね。テキサスのね、ラーメン屋ってね、それこそなんかあんまりね、美味しいところってね、あんま有名なところがね、なかったんですよ。でもね、最近ね、どん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 ね、美味しいラーメン屋さんがね、できてきてるんですよね。今日行くラーメン屋さん、どんなところですかね。そこもやっぱりね、こう、新しい、なんかラーメン屋、美味しいラーメン屋がどんどんやってくるっていうね、新しい波を感じますよね。こう、一つのことをね、なんか大事にするっていうこともね、忘れずにね、また一方ではね、こう、変化していくこともね、こう、楽しんでいくっていうかね、その二つのね、調和を大事にね、生きていきたいな、なんてね、そんなことを思いますね。今日はね、こんな話でした。ラーメンね、ラーメンちょっと楽しみですね。ラーメン食べるときね、割とね、ご飯、ライスがね、僕欲しい人なんですよね。こういう話をね、友達にするとね、炭水化物ラーメン食べるのにご飯いらないでしょとかね、なんかね、そういうこと言われたりもするんですけど、例えば焼きそばをね、食べるときにね、ご飯いらないでしょとかね、日本の人ってね、結構よく冗談で言ったりするんですよ。でもね、僕はね、実家がね、代々ね、お米のね、農家をやってたんでね、お米が好きなんですよね。多分ね、僕の体の中にはね、お米のことがね、大好きなね、腸内細菌がね、たくさんいてね、なんかお米食べたいなってね、言ってくるのかな、みたいなね。そんなことをね、ラーメン食べるたびに思いますね。今日はね、こんな話でした。聞いてくれてありがとうございました。またね